はい、どうもゲストハウス大間21時の和樹です。彩香です。どうもよろしくお願いします。第3回はですね、はい、この GoPro を使ってちょっとお部屋の案内をしていきたいと思います。はい、まずはこのエントランスから、はい、どうぞ。こんな感じでございます。受付と受けたバッグがありまして、はい、こう入っていくとソファーとが3脚かな、3脚と結構本棚があるんでゆったりしていただけます。あとはリビングあるんですかね。はい、リビング、はい、こっちです。この部屋です。この部屋、はい、和室のリビングになってます。テレビと DVD と音楽プレイヤーがありますね。はい、中庭なんかもあったりしながら、日本庭園です。日本庭園が伸びっぱなしですけども、はい、1回だけきれいにしました。はい、じゃあお部屋に行きましょうか。はい、お部屋2階にあります。はい、このアンティークもののレコードプレーヤーがこの前の家主の方の置物でそのままもらいました。ランドリーがあったりリネンがあったりします。ここが3名の個室ですかね。はい、そうです。はい、今日は2名様のお泊まりで、お子様連れも添い寝で泊まっていただきます。この部屋がドミトリーのお部屋です。はい、ドミトリーの部屋、はい、こんな感じのドミトリーになってます。はい、お布団で寝られるドミトリーでございます。縁側もお使いいただけるので、ここに荷物を置くこともできますし、のんびりしたい時もここでビール飲んだりもできます。こんな和室の部屋になってます。はい、じゃあ、キッチンとかダイニングに行きたいと思います。ダイニングでございまして、これが噂の21時から振る舞われるお酒たちでございます。あとは冷蔵庫の中にギネスビールやアサヒプライムリッチなどなどございます。こんな感じの黒板になってまして、ギネス300円、ビール150円、炭酸水100円とかそんな感じでございます。キッチン結構ここお子様連れとか家族連れ結構使われますよね、ここね。そうですね。朝食を調理される人もいますし、あとはなんか嬉しかったのが、結構アレルギーを持ったお子様がいらっしゃった時にどうしても飲食店のその煙でさえ反応しちゃって旅行はあんま好きじゃないっていう子もここはすごい季節楽しめたみたいな感じで嬉しかったですね。調味料とかも簡単なものしか置いてませんけども使えますし、お持ち込んでいただいても構わないのでぜひまた使ってください。こっちが水回りでございます。お手洗いとシャワールームになってます。シャワールームが2つございます。こんな感じですね。お好きなものを無料で貸し出ししております。分かる人には分かるで置いてますけど、ミルボンとかですね、あとはコタですね、あとは、男性系のものでいくとアックスっていうね、これオールドスパイスって人気のデオドラントがあると思うんですけど、オールドスパイスのボディーソープですね、ボタニカル系のものも置いております。じゃあ次回は女子棟に潜入ということではい、じゃあご期待。ぜひ高評価、チャンネル登録、サイトへのご予約お待ちしております。ありがとうございます。